皆さんこんにちは、みのりんです。今日はね、私のオリジナルキャラクターをコピック使って描いていきたいと思います。私のオリジナルキャラクターが実はいて、いつだろう、7年ぐらい前に描いたのかな。この子。久しぶりに自分のキャラクターを描こうかなと思ってやっていきたいと思います。あとですね、動画の最後の方にもっと詳細をお伝えするんですけども、お絵描きコンテストも始めようかなと思っています。いろんな方にこれ描いてほしいっていうリクエストたくさんいただいていて、もうせっかくなのでお絵描きコンテストにしちゃおうかなと思っています。なので皆さんのオリジナルキャラクターを送っていただければ、私が描いて絵をプレゼントいたしますので、ぜひぜひ参加してください。それでは早速始めてみましょう。はい、それでは私のオリジナルキャラクターを描いていきたいと思います。もうすっごい久しぶりに描くからもうほとんど忘れちゃってます。耳の奥の一部がちょっと長いんですね。変わったデザインだ。今の私の絵柄にはしたいと思っています。この時から私はやっぱウサギは好きだったんですね。ウサギグッズつけてますね、この子。帯のところで留めちゃいましょう。はい、見えるかな。下書きできました。ではね、コピックのマルチライナーを使っていきます。セピア色ですね。まずは 0.3 ミリから線画をしていきます。目はね 0.05 を使っていきます。そして 0.3 ミリに戻ります。はい、線ができました。消していきます。消しカスすごいじゃないですか。ふっふっふっふ。じゃじゃーん。掃除機買っちゃいました。いくよ。めっちゃ気持ちいい。はい、というわけで線画完了。コピックいきましょう。まずは肌色ですね。ここら辺の色を使っていきたいと思います。ではまずはこちらの E000 を全体的に塗っていきます。ちょっと濡れてると色が濃く見えますね。それでは R32 をほっぺに塗っていって、ちょんちょんちょんってつけたら R30 でぼかしていきます。そして E000 でさらにぼかします。反対側のほっぺもちょんちょんちょん。なんか泣いてるように見えちゃう。ちょっと影を塗っていきます。髪の影のところは紫色を使っていきます。その上からまた肌色でぼかしていきます。もうちょっと濃い色を使って鼻のところとか影に入れていきます。目のところに。結構濃いけど大丈夫かな。で最後にまた R32 を使って目のところとかに入れていきます。肌は一旦こんな感じです。では次は目いきましょう。目がね一番楽しいんですよね。目はね黄色と赤と茶色かな。だいぶ変わった色ね。まずはこちらの黄色を全体的に塗っていきます。ちょっと茶色入れようかな。やばい、黄色感がない。もうちょっと黄色をホワイトを使ってキラキラをつけていきます。
感じじゃないですか。ちょっと青を白目のところに塗っていきます。さて、覚えてないですがなるべく再現をしてみたいと思います。そしてマルチライナーをまた使って、今度はピンクと黒のマルチライナーを使って絵を描いていきます。外側はピンク、まつげとかもピンク、黒を使って中顔の部分だけを強調していきます。セピアもちょっと使いましょう。お花の部分とかもピンク色でなぞっていきます。目はこんな感じですね。はい、では髪の毛いきましょう。髪の毛ね、黒か、じゃあね、紫とかも入れながらちょっと塗っていきたいと思います。一番薄いグレー色で部分部分塗っていきましょう。この次の濃い色、難しいな。一気に黒だと濃くなっちゃうんですよね。こんな感じで塗っていきますか。にじむ。皆さんにじまないですか？はい、髪の毛はこんな感じでできました。はい、というわけで服に行きましょう。服は全体的にこちらの色を使っていきたいと思うので、まずはリボンから。すごい広がっちゃうので、ちょっと寸止めぐらいな1ミリぐらい残して塗るといいですよね。まだその加減がうまくいかないです。もう一つ濃い色がないので茶色で塗っていきます。でも柄があるんですよね。なんてめんどくさいことを。まあせっかくなのでちょっと柄も入れていきますか。そしてホワイトでさらに、ここがねにじんじゃったのでホワイトでちょっと修正してあげたいと思います。次はマフラー。マフラーは紫色なので、首の影のところ紫色ちょっと入れます。ちょっとホワイトを使ってハイライトを入れていきます。リボンと同じような感じで塗っちゃいます。面積が広いのでくるくるしながらムラができないように気をつけて塗っていきます。ちょっとできた方がなんかリアルっぽいのでいいかなと思います。で、影はだいぶ不思議な色になりましたね。お腹空いたなと思ったら今10時半なんですけど、夕飯食べてなかったです。なんか髪の毛に戻りたい気分です。よし、じゃあリボン、これと同じように塗っていきます。はい、リボンができたので最後は帯ですね。帯、紫色がない。これでいきます。そして帯にデザインがあるんですよね。それっぽい感じで、最後にマルチライナーを使って
細かいところを修正していきます。はい、イラストの完成です。どうですか？変わってきてますか？レームと比べると、レームすごいここら辺ムラがあったり、ここら辺すごいにじんじゃってるので、それと比べると綺麗には塗れるようになってきたのかな。はい、でお絵描きコンテストの詳細なんですけども、ルールを書いてきました。こちらです。まずは Twitter の方で主にいろいろと動かしていくので、 Twitter のフォローをしていただけると嬉しいです。2つ目は応募フォームがございますので、そちらも貼っておきます、概要欄に。こちらの記入をお願いします。でこちらの応募フォームに書いてあるんですけども、イラストを描く場合は別途メールアドレスにお送りしていただきたいです。文字でも OK なので、文字の方の場合は見た目とか目の色、背の高さ、性格とかすごく分かりやすいように書いていただけると嬉しいです。ちょっと分かりづらいと選びづらいかもしれないのでご了承くださいので、イラストを送っていただくか文字で応募していただきたいです。で最後はそちらの応募していただいた内容やイラストをこのハッシュタグミニクラお絵描きをつけて投稿していただきたいです。これは任意なので絶対じゃないんですけど、これをやっていただいた方が私が直接見れたりリツイートができるので、ぜひぜひやっていただきたいですので、ちょっと多くて申し訳ないんですけども、こちらの3手順でお願いします。ぜひぜひ本当に Twitter で送っていただきたいです。私が書きたいなと思ったものを選んでこうやって書きますので、コピックで書いた後はこのままお送りいたします。もちろんね、私はまだまだですし、本当にまだ勉強中なので、そこだけご了承いただければ嬉しいんですけども、気に入っていただけると嬉しいです。というわけでぜひぜひ応募してください。本日もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。